パート73始めていきましょう。松本城3号店最後の建物小三治御殿を作っていきます。早速土台から作っていきましょう。マングローブの根を目印に置いてあります。このマングローブの根を黒樫に変えていくところから始めていきたいと思います。小三治御殿の部屋数は約30なので、今まで建ててきた御殿に比べると半分以下の大きさしかありません。基準となる黒樫を置き終わりました。ということで土台部分を作っていきます。黒樫を使って骨組みの土台部分を作ります。現在は古い山に地と書いて小三治とされていますが、もともとは築城主石川数正の法名から小三治と表記されていたそうです。その後水野氏時代に表記が改められ、今の表記になったのはさらにその後戸田氏の時代と言われています。土台が出来上がりました。というわけで床を作っていきたいと思います。他の御殿と同じように頭皮を使って床を作っていきます。1.5 の高さを空けると商人が床下に出てきてしまうので、階段とハーフブロックを使って床下の高さを調節しながら作っていきます。土台の床下部分を白漆喰で埋めていきます。ところどころ通気口の柵を置きながら土台を作っていきたいと思います。縁側も合わせて作っていってしまいましょう。土台部分が完成しました。骨組みを作っていきましょう。他の御殿と同じ時代に作られた御殿なので、作り方も他の御殿と同じように作っていきます。基本的には高さを2マス空けて骨組みを作っていきます。台所がある土間部分は今回板吹きの屋根を作る予定なので、窓が作れるように骨組みを組んでいきます。骨組みができました。というわけで壁を作っていきます。白漆喰の壁ですね。今回参考にしているのは聖徳2年1712年頃に描かれた信州松本城の図です。この時代の城主は水野氏でした。現在の表記に改めた戸田市の前の時代の絵図を参考にしているので、水野氏時代の小三治御殿を再現していきます。骨組みが出来上がりました。天井を作っていきましょう。天井の作りも他の御殿と同じく格子天井を基本に作っていきます。ここにはお風呂屋を作る予定です。お風呂屋は内装を作りながら建てていくので、お風呂屋以外の天井を先に完成させてしまいましょう。
お風呂屋を作っていきましょう。まずは隣の釜屋から湯気を取り込む室の部分から作っていきます。このままだと取り込み口が大きいので、取り込み口から直していきます。ここから湯気を取り込むので、湯気を室内に取り込めるように室を作っていきます。小風呂と呼ばれる小さな館を作っていきます。まずは腰掛けから作っていきましょう。腰掛けに合わせて壁を作ります。お風呂屋の壁は頭皮を使います。壁の上部は白漆喰で作っていきます。小風呂の天井を作っていきます。湯気を逃がさないように低めに天井を作っていきます。これで小風呂の完成ですね。小風呂から出てきた部分には汗を流すための湯あみをする場所を作ります。今回は同じような作りのお風呂屋を持つ三春城を参考にお風呂屋を再現していきます。小風呂の入り口部分、ここには唐破風を作っていきます。お風呂や釜屋の天井を作っていきましょう。骨組みを作りながら天井を張っていきます。小風呂よりも一段高い天井を作っていきます。釜屋を作っていきます。小風呂に湯気を送り込む場所ですね。湯気の表現には焚き火を使います。水をかける焼き石を置いていきましょう。煙は1マス分しか抜けません。皆さんも気をつけてください。お風呂屋と釜屋が完成しました。ということで、たるきがないこの隣にある板書の屋根から作っていきます。天井がすべて完成したので、たるきがない屋根から作っていきたいと思います。おそらく炭部屋だったであろう建物の屋根も作っていきましょう。低いところにある屋根から作っていきます。たるきがある建物の屋根を作っていきましょう。釜屋とお風呂屋のある建物の屋根が一番低いので、ここから作っていきます。偶数幅なので向き合う形でたるきを作ります。お風呂屋の屋根は寄せ棟屋根を作ります。頭皮ブロックで屋根を作っていきましょう。今回作る小三治御殿はすべて板葺きの屋根で作っていきます。
玄関の屋根も作っていきましょう。まずはたるきからですね。玄関の屋根は2つの屋根が複合的に重なる屋根を作ります。裏側のたるきは建物に合わせて置いておきます。頭皮ブロックを使って屋根を作っていきます。玄関部分は高さの違う切り妻屋根を組み合わせて作っていきます。少しだけ傾斜を変えて2つの切り妻屋根を合わせていきます。高い方の屋根にレンガを乗せていきます。破風のある屋根を作っていきましょう。たるきを置いていきます。ハーフのある屋根は奇数幅の建物なので、中央にハーフブロックを置いて作っていきます。頭皮ブロックで屋根を作っていきましょう。4段目からはハフを作っていきます。屋根の一番上には棟瓦を置いて1棟目の完成です。残りの4棟も同じように屋根を作っていきましょう。最後に木ずれ格子を入れて屋根の完成です。内装を作っていきます。床がある部屋には掛け軸を飾って畳を敷いていきましょう。濃い緑と黄緑のカーペットで畳を再現していきます。坪庭に面した場所には障子を置いておきます。イルカワにつながる場所にも障子を置いておきましょう。イルカワは緑のカーペットで畳を再現します。台所にも畳を一面敷いておきましょう。欄間は柵とゲートで再現していきます。パート73。今回は松本城3号店の一つ小三治御殿を建築してきました。いかがだったでしょうか。小三治御殿には今回建築した建屋の他にすき家や高城部屋などといった建物があります。次回はそういった建物を建てて小三治御殿を完成させていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。